皆さんこんにちは、ネタ業のメディです。今日もジャパンアミューズメントエクスポ2019にやってきました。今日はね、ボンダイナムコアミューズメントのブースを回りたいと思います。ボンダイナムコアミューズメントのブースには新しいアーケードゲームが3つ展示されていました。ソードアートオンラインアーケードディープエクスプローラー、ジョジョの奇妙な冒険ラストサバイバー、ポーカースタジアム、また名作アーケードゲームシリーズテケン7、フェテッド・レトリビューション、機動戦士ガンダムエクストリーム VS2 と太鼓の達人の新バージョンを先行プレイできました。 VR コーナーやかなりスポーティーなゲーム逃げ切るも。番組の後半にはバンダイナムコテクニカのブースを回ります。これから、このソードアートオンラインアーケード、ディープエクスプローラーの、ちょっとゲーム機をちょっと紹介したいと思います。探検 RPG ですね。チーム3人、ね、そのソードアートオンラインのキャラクターを3人で組んで冒険に行きます。ネットワークを通じて3人まで一緒に、協力プレイできます。もちろんそれぞれのプレイヤーが自分の、3人のキャラクターたちのチームで、プレイします。ゲームは主に3つのモードで構成されている。アドベンチャーモードではキャラクターとやり取りができ、オリジナルシナリオが展開されます。探検モードでは実際にキャラクターを操作してプレイします。探検が終わるとユーザーの成長情報やゲットしたアイテムカードを確認できるモードに入る。アイテムカードはターミナルから印刷できます。印刷したカードをゲーム筐体に読み込ませればキャラクターを強化できます。探検モードの操作ですが、左スティックでキャラクター移動、左スティックの前にあるボタンで回避できます。右側の3つのボタンで各キャラクターの攻撃を行います。イースのように斬撃、突撃、打撃とキャラクターによって攻撃のタイプが変わる。モンスターの弱点に合わせて瞬時にキャラクターを変更して攻撃できます。各キャラクターには様々なスキルがあります。スキルを実行するには画面の右下に表示されているスキルアイコンをタッチ。ソードアートオンラインアーケードディープエクスプローラーはこの春に稼働開始予定です。お気に入りのキャラクターに1票をあげることができた。確認した時にはアスナよりもシノンの方が人気がありました。これから一番人気ある、このブースに人気ある、ゲーム機に近づきたいと思います。じゃあ行きましょう。こっちに行きましょうか。でちょうどね、ここにあるのはジョジョのアーケードゲームラストサバイバー、バトルロワイヤルなんですね。20人まで結構すごいですよ。なんとね、20人が同じマップで戦う。一番うまいがね生き延びるということで、しかもね第3部から、5部までのキャラクターたちが出る。ジョー太郎とか、いろんな有名なキャラクターが出るので、それだけでね人気が集まりそう。しっかりした上々な、こう雰囲気グラフィックとなっています。カード予定は、この夏です。もっと詳しく説明したかったのですが、ゲーム映像はまだお見せできません。じゃあ続きで、後ろにある、ポーカースタジアム、ポーカーのゲームですね。オンラインで6人まで、対戦できます。しかもなかなかの演出で下の画面も使えるし、下の画面でカードをめくる、チップを払うなどを直感的な操作で行います。下の画面で行った動きを相手の画面に映っている自分のアバターがリアルタイムで再現する。アバターの声は夢声優さんが担当。これはなかなか面白い。次はね、機動戦士ガンダムエクストリーム VS2。毎回ね言えるかどうかってちょっとね自信ないんですけど、今回の2なんでね完全に、リニューアルされた、筐体になってます。2年前にねもうすでに筐体が古いなって言ったんですけど、機動戦士ガンダムエクストリーム VS マキシマムブースだった時にもともとの基盤がプレイステーション3に近い基盤だったんで、
まあさすがにプレイステーション3が出た時には2006年なんで、もうすでに2016年でそろそろ基盤変えた方がいいんじゃないかなっては思ったんですけど、今回なんとねこの2で基盤が変わりました。もうパワーアップしましたので、もう明らかにグラフィックが良くなってます。あとはねゲームプレイのシステムもいろいろあるんですけど、基本的に今までよくね、みんな知ってる、2on2 vs バトルの、ゲームとなってます。この筐体はもうすでに、2018年の10月から、稼働中なんですけど、ここで新しいバージョンを先行プレイできるということです。こちらは Tekken 7 Fated Retribution Round 2のアーケードゲームです。2016年7月にアーケードで稼働開始した Tekken 7の大型バージョンアップ、新システムの追加やノクティス王子など過程を Tekken 7に追加されたゲストキャラクターも参戦。 Tekken 7 Fated Retribution Round 2は2019年2月13日より稼働開始予定です。もちろん今年もバンダイナムコの有名リズムゲーム太鼓の達人があり、ブルーからグリーン A、 ここでは新曲を収録した最新バージョン太鼓の達人グリーンのバージョンをプレイできました。このバージョンは今年の3月に稼働開始予定です。去年紹介した有名レーシングゲームシリーズの最新作ワンガンミッドナイトマクシマムチューン6もありました。真ん中に結構人多いね。一旦ここに止めましょう。今ねブースの真ん中です。ここに VR ゾーンですね。ちょうどこの後ろには、ゴジラ VR とか、またここの後ろにもVR のゲームですね。新宿や大阪で、プレイできる、ゲームなんですね。せっかくなのでブースにあった VR ゲームコーナーもちょっと見ていきましょう。まずゴジラ VR から。ヘリを操縦して大暴れするゴジラに立ち向かいます。次は冒険川下り VR ラピドリバー。最大4人でラフティングボートに乗りパドルを駆使しながら激しく流れる川を下ります。 VR ヘッドセット動く装置によってなかなかの臨場感が味わえる。自宅ではこんな体験できませんね。ゴジラ VR と VR ラピドリバーは新宿と大阪の VR ゾーンにて稼働中で、ここのでかいやつはちょっとこっち行きましょう。次はかなり注目を集めたゲーム逃げ切るを見てみましょう。これが何かしらの動物と、対戦するゲームなんです。要するにいろんな動物があって、その動物たちよりも速く走れるかどうかっていうゲームなんです。実際にね試したんですけどスタートが悪かったんで、負けましたんですけど、本当にこのゲームでは、スタートが重要です。もうスタートして全力疾走して、動物に勝つことが目的です。なかなか面白いけどね、場所がいります。逃げ切るは大阪 VS パークにあります。 VS パークには他にもスポーツとビデオゲームを合わせた遊びがいろいろ。さてバンダイナムコアミューズメントのブースを離れてバンダイナムコテクニカのブースに移動。バンダイナムコテクニカは2017年に設立され海外メーカーなどのアミューズメント関連ゲームの仕入れ販売を行っています。このブースでは Xbox の有名 FPS シリーズハローのアーケードゲームがかなり目立っていた。ハローファイアチーム11は2018年夏からアメリカとカナダで稼働中のガンシューティングゲーム。2つの65インチスクリーンで4人まで同時プレイ可能。結構迫力があります。タイトのブースでプレイできた2人用の筐体もあります。トリガー2つと左右にあるボタンが2つついた銃を使って敵を撃破します。2つのトリガーで射撃、ボタンを押すとグレネードを投げます。真ん中の大きなボタンでリロード。ハロでおなじみの武器が使えます。自由に選択できないけどね。キャンペーンをクリアするのに45分かかります。4人用の筐体はでかいのでゲームセンターに設置するのにかなり場所がいりますな。こちらのゲームの内容は
80年代前半のアーケードゲームに似てるな。例えばこのゲームではフローガーのように道路の反対側を目指す。こちらのゲームのグラフィックはキューバートに似てます。80年代前半のアーケードゲームといえばパックマン。その変わったピンボールがありました。パックマンパニックピンボール VS ピンボールです。なるべくボールを落とさないように相手にボールをたくさん送り込みます。こちらは別モデルのスーパーパニックボール。あちこち光っててかなり目を引きます。真ん中に両プレイヤーのスコアが表示されています。パニックタイムになるとピンボールにボールがたくさん降りてきます。まさにパニック。2013年に紹介したホーケーゲームパックマンスマッシュを彷彿させますね。あれも楽しい。他のピンボールも展示されていた。ホビット、パイレーツ・オブ・カリビアン、オーズの魔法使い。どれもかっこいいピンボールですね。国内のゲームセンターで見たいな。今はピンボールの姿がすっかり見えなくなったからな。しかしレトロゲームブームでビデオゲームとアナログゲームを合わせたゲーム機が増えてきてます。水鉄砲、大冒険もそう。去年紹介したサブマリナレスキューと同様、水鉄砲を使ったガンシューティングゲームです。2人で協力して敵を撃ちまくる。最後は完全にアナログゲーム。リングトース。輪を投げて瓶にかける。昔からあるゲームですが、結構眩しいっていうか派手な色使いですな。多くの瓶にかけた方が高得点です。以上、バンダイナムコアミューズメント、バンダイナムコテクニカのブースをほとんど回りました。いかがでしたか？気になるゲーム、遊んでみたいゲームはありましたか？番組最後まで見てくれてありがとうございます。それではまたね。